MSM07 ズゴックはアニメ機動戦士ガンダムにおいてジオンの水陸両用モビルスーツとして登場した機体です。水陸両用機の中では特に総合性能に優れた機体として完成しており、ジャブローではただならぬ登場の仕方からアムロにプレッシャーを与えていました。今回はそんなズゴックと進化の系譜について解説させていただきます。宇宙世紀0079、後に一年戦争と呼ばれる戦いの序盤、宇宙での主権を握ったジオン軍は地球を掌握するため地上への降下を始めます。それからしばらくはモビルスーツの優位性もあり怒涛の進撃が続きますが、スペースノイド出身のジオン軍は慣れない地上での戦闘の対処に手を焼き、徐々に勢いは衰えていきます。また宇宙とは異なり地上ではザクだけでは対応できない極地戦闘もあったため、状況に合わせた極地専用のモビルスーツの開発が求められました。その中でも特に力を入れて行われていたのが水中と陸上どちらでも使用できる水陸両用モビルスーツの研究です。その最たる理由は地球の表面積の7割が海で覆われていることから、地球侵攻にあたって降下用のカプセルを海洋に着水させた際の対処や大規模輸送を行う際のルート確保のためには、水権の支配を速やかに行える戦力の投入が必要不可欠という点にありました。戦乱当初、海洋での戦いは地球に拠点を置く連邦側に部があり、ジオンは苦戦を強いられていたようです。また地球連邦軍総司令部のジャブロー基地がアマゾン川流域に位置していたため、基地攻略の際には水陸両用モビルスーツが必要と判断されました。しかしスペースコロニーには海洋がないため、水中専用のモビルスーツの開発や試験には苦戦します。そこでジオンは奪取した連邦の基地や交渉を利用して水陸両用モビルスーツの開発に着手しました。こうして水陸両用モビルスーツ開発が急ピッチで進められ、初めて完成したのが MS-06M 水中用ザクです。本機はザク 2F 型を水中用に改修した機体で、水深 400m の水圧に耐えられる構造的強度を達成するべく開発されています。他には水流エンジンや先行振動を調整するバラストタンクの搭載や防水、シーリング、処理等を行い、後に水陸両用モビルスーツに搭載される兵装が試験的に導入されています。こうして試作された5機はシーサーペント隊に配備され、性能試験が行われますが、水中での運動性が低く、戦力化は見送られました。その後、水中用ザクで得られたデータをもとに、ツイマッド社が開発したのが MSM02 水中実験機です。本機は水中用ザクの運動性の低さを踏まえ、機体形状を水の抵抗が少ない流線形にすることで運動性を向上させています。しかしこれでも軍の要求には満たず、数機が生産されるにとどまりました。そのためツイマッド社は水流の抵抗や耐圧能力を一層考慮して開発したプロトタイプゴッグを経て、ジオン初の量産水陸両用モビルスーツとされるゴッグを生み出します。この時ゴッグの開発が始まったのとほぼ同時期にMEP 社によって開発が進められていたのが MSM07 ズゴックでした。ズゴックは開発自体はかなり初期に始まっていたものの、最終的なロールアウトは案外より後となっています。しかしそのおかげで実戦に配備されていたゴッグの実動データを反映させる余地が生まれたため、総合性能はゴッグを上回っているだけでなく、陸戦能力もザク 2J 型に匹敵する機体として完成しました。ちなみに後期生産機としてズゴック S 型も存在しています。こちらは陸戦能力が強化されているほか、ジェネレーターの高出力化や装甲材質の変更などが行われています。当初はシャアーズナブルなどのエースパイロットにのみ配備されていましたが、戦争終盤には全て S 型に置き換えられたようです。なおシャア専用機だけは S 型の中でもさらに 20% のチューンアップが施されています。そんなズゴック最大の特徴としては、頭部と胴体が一体化した構造にあります。元は6連ミサイルを内蔵するための設計とされていますが、副次効果として水密性が向上しただけでなく、水中抵抗の低減にも貢献しました。また耐久性も大きく向上したので、頭突きのような攻撃も行えるようになりました。頭部が一体化しているので可動域が限定されていますが、それを補うためにターレット方式のモノアイを採用しています。またカメラユニットやレンズカバーにも水密構造や疎水処理が施されており、
水中での視認性にも優れているようです。上腕部と大腿部にはゴッグ開発時に考案された関節構造フレキシブルベローズリムを採用。水中用ザクのような従来機の回収型では防水抵抗軽減用のシーリングを関節に施すことで水中での可動性を維持していましたが、水陸両用モビルスーツでは専用の関節機構を導入することで高い運動性を確保しています。足裏には機外から取り入れた水を圧縮して放出する推進装置を備えており、水中で高い機動力を発揮可能です。また内蔵されたブレードをスクリュープロペラとして使用することで隠密行動時の静粛運転もできます。機体各部は独立したブロックで機体を構成するバルクヘッド構造を採用しており、整備性やダメージコントロール能力に優れているという特徴もあります。背部のバックパックは水中と地上両方で機能する複合エンジンで、先端部には各種センサーも搭載されています。また左右のパックが独立して動くことで高い操舵性を発揮。タービン内には複数のブレードが備わっており、それぞれフィンスクリューとして機能します。またジェネレーターの冷却装置には水冷と空冷を併用し、推進機関にも熱核水流ジェットと熱核ジェットの2種を採用することで陸船と水中船どちらにも柔軟に対応可能です。ちなみに水陸両用モビルスーツは共通の特徴として桁違いのパワーを持ちますが、これは無尽蔵にある海水をジェネレーターの冷却に使用することで通常のモビルスーツよりも冷却効率が期待できるため、より高出力のジェネレーターを搭載可能となったことが理由とされています。そのため純粋なジェネレーター出力やスラスター水力においては第一次ネオジオン戦争時のモビルスーツにも匹敵するようです。なおスペック上は無補給のまま地球を数周できるとまで言われることがありますが、パイロットが耐えられないため長時間のミッションに投入されることはありませんでした。そのため基本的には潜水艦を母艦として運用され、主に隠密性を生かした地上基地への奇襲作戦に投入されたようです。このように一見完全無欠のモビルスーツのようにも思えますが、意外と弱点も多く存在しています。例えば地上では海水を冷却に使えない都合上、純粋な陸上戦闘用モビルスーツと比べると地上での活動時間が短くなる上にメガ粒子砲の威力が低下します。そのためジェネレーター出力では RX78 ガンダムの2倍近くを誇る傑作機であるにもかかわらず、地上ではザク 2J 型ほどの戦闘力しか発揮できないとも言えます。またズゴックは他の水陸両用機体に比べ生産コストが高く互換性もないという難点も抱えています。しかしそれを補ってあまりある水陸両用モビルスーツとしての優秀さから、本機は水圏における主力モビルスーツの座を担い各地の潜水艦に配備されました。そんなズゴックの武装としては水陸両用モビルスーツの例にも漏れず、携行武器が一切採用されていないので内蔵火器が主兵装となっています。まず頭部には 240mm6 連装ミサイル砲を搭載しています。こちらは各訪問ごとに5射分の計30発が発射可能です。ズゴックの耐圧深度の数値は明確にされていませんが、深海での運用は想定されていないので、水中から頭上の敵めがけて放つといった使い方は想定されていません。腕部には射程 20km 近くあるメガ粒子砲を搭載しています。ゴッグのメガ粒子砲は腹部に搭載されていますが、ズゴックは腕部に搭載されたことで使い勝手が向上しています。また両腕は3本爪で構成されたアイアンネイルを採用。ジムの装甲を軽々貫けるレベルの強度を有しているため、格闘戦で重宝するほか、熟練者であればクローの開閉機能を用いてマニピュレーターのように使用することもできるようです。なおオプション兵装として4連装メガ粒子砲の搭載も計画されていたようですが、ジェネレーター出力の限界から採用は見送られています。機動戦士ガンダム劇中ではベルファスト基地における攻防戦にて初登場。当初はハヤットのカルガンキャノンを圧倒しますが、修理が終わって出撃してきたガンダムと海のガンタンクの連携により水中戦に持ち込めず敗北しました。その後海上に出たホワイトベースを追撃するマッドアングラー隊によって運用されます。モビルスーツを自由に投入できない海上戦でホワイトベースを苦しめますが、最終的には G ファイターとガンペリーによる空中からの攻撃で撃墜されました。その後
ジャブロー攻略作戦が発動した際には多くのズゴックが投入されます。中にはシャアの彼専用の S 型の姿もあり、連邦の量産モビルスーツジムを圧倒します。しかしガンダムとの戦いではシャアも撤退を余儀なくされています。以降機動戦士ガンダムのアニメ内では登場しませんが、続編ではジオン残党などによってたびたび運用されています。まずガンダムダブルゼータではタイガーバウムコロニーのスタンプハロイのコレクションとして登場。ジュドーによって強奪されていました。ガンダムユニコーンでは地上のジオン残党軍の中に黄緑色の迷彩色に塗装された機体が登場。トリントン湾岸基地襲撃戦にて投入されますが、連邦のガイアランカスタムによって撃破されています。また宇宙世紀から遥か先の未来を描いた G のレコンギスタ最終話では、マスクがジャブロー地下洞窟内で朽ち果てたズゴック2機を発見していました。こうしてジオン水陸両用モビルスーツの傑作機として長きにわたって活躍したズゴックですが、その完成度の高さから様々なバリエーション機が存在しています。まずプロトタイプズゴックです。本機は漫画アッガイ博士に登場したズゴックの試作型で、一部動力パイプがむき出しになっていたり、フレキシブルベローズリムが採用されていないなど、完成機との相違が随所に見られます。そんな本機をブラッシュアップすることで歴史に残る名機ズゴックが誕生しました。次にズゴック B 型です。こちらは雑誌ホビージャパンの企画モビルスーツインアクションジオンの星にて設定された前線におけるズゴックの回収機で、アイアンネイルが4本に増設されたり、脚部の装甲が追加されたりと、前線の戦況に合わせた改修が施されています。また同企画では D 型とゴッグを組み合わせたかのような外観のズゴック2も登場しています。メカニックデザイン企画福地モビルスーツステーションではズゴッククラブが登場しました。こちらは陸戦ではなく水中戦に特化した改修を行った機体とされています。 OVA 機動戦士ガンダムモビルスーツイグルー目視録0079ではゼーゴックが登場しました。こちらは水中で運用する機体ではなく、熱核ハイブリッドエンジンを搭載した点を生かして衛星軌道上から大気圏に突入して奇襲攻撃を行うことを目的とした特殊兵装 MDS と組み合わせた機体です。ちなみにテレビ版とは似ても似つかないアムロが主役の冒険大版ガンダムでは宇宙船でズゴックが投入されており、ツッコミどころ満載なシーンのようにも思えますが、ゼーゴックのように宇宙でも運用可能なズゴック系列機も存在するので、特に問題なく使用できるのかもしれません。MSVR ではラムズゴックが登場しました。本機はアイアンネイルを使用した際にネイルを引き抜くことができなくなる弱点を克服するため、クロー装備シールドと対艦攻撃用のヒートラムを装備した機体となっています。こうして一年戦争中に様々なズゴック系列機が運用される中、対戦後期には正式なズゴックの回収機としてズゴック E 型が開発されました。本機は0080ポケットの中の戦争に登場した機体で、統合整備計画により他機体とのパーツの互換性がないことによる整備性の悪さや高コスト化、操縦性の違いなどを解消するために開発された機体です。ただし完成が戦争末期だったこともあり、少数が生産されるにとどまっています。なお小説版ポケットの中の戦争ではズゴック E 型の代わりにズゴック界が登場しました。こちらは特に陸戦能力の強化に重きを置いて改修されているようです。次にオリジン版ズゴックです。こちらではデザインが変更されており、オリジナルとズゴック E の中間にあたるマッシブなものに変更されているほか、フレキシブルベローズリムズが上腕部のみに採用されているなど細部に違いが見られます。またサンダーボルト版ズゴックでは球体関節を採用されたデザインで登場。そのため関節がむき出しになり肩アーマーを搭載しています。足を折りたたむ機構も追加されており、各所に違いが見られます。こうして一年戦争で活躍したズゴックは一年戦争終戦後はジオンの衰退もあって後継機がほとんど見られませんでしたが、宇宙世紀0120代には RF ズゴックが登場しました。こちらはウォールズモビルが最新技術を用いて開発したズゴックのリファイン機で、見た目は一年戦争時とさほど変わらないものの性能面は最新のものになっています。またズゴックはその人気の高さから宇宙世紀の歴史以外も
いくつかの関連機体が登場しています。まず G のレコンギスタではズゴックに酷似した水中作業用モビルスーツとしてズゴッギーが登場しました。ただしこちらはあくまで作業用モビルスーツなので内蔵火器等は搭載されていません。雑誌企画 SD バリエーションでは水中型ガンダムへの対抗策として開発された偽ガンダムの中が偽ガンダムズゴックが登場。 SD ガンダムカードダスにはハイズゴックの性能向上機として頭部のハイメガキャノンをはじめ大火力の兵装を搭載したパーフェクトズゴックキャノンが登場。ビルドシリーズ GM の逆襲ではシャア専用ズゴックをベースとした名人川口専用のガンプラアメージングズゴックが登場。そして2025年には映画シードフリーダムにおいてまさかのファンの度肝を抜くズゴックが登場しました。初代機動戦士ガンダムでのシャア専用ズゴックの登場シーンをオマージュした映像で BGM は颯爽たるシャアをオマージュした援軍という徹底ぶり。シードシリーズでオマージュ機体が登場する際には原型機にウォーリアやイグナイテッドなどの名前が追加されますが本機はなぜかズゴックそのままとなっていました。そのためズゴックシードフリーダムと表記されることが多くなっています。余談ですがズゴックの名前の由来としては水陸両用のモビルスーツであることから隋と右木を組み合わせた造語として作られたという説と映画ゴッグにおいてゴッグの対になるロボットとして登場するマゴッグをご表記したものがそのまま採用されたという説があるようです。真実やいかに。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。